すごい加速です。プリミティアプレイヤー L です。今回は一輪バイクを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらに高速で動く攻撃力の高い乗り物にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはゴムの板で作った箱型の操縦席を用意して、その左右にそれぞれモーターを配置します。そしてモーターの軸に棒をつけて、しっかり長さを揃えて左右の棒を連結しましょう。これなら綺麗に回ってくれそうです。でもこれだけでは滑らかに進まないので、最小サイズのタングステンの刃を棒の部分を回しながら左右の棒の間にぐるっと一周貼り付けていきます。ちなみに最小サイズのものを使うのはぶつかって壊れると消滅するので、破片が他の部品にぶつかって壊れないからですね。よし、一周貼り付けました。綺麗な円ですね。さらに7本のバッテリーと2つのトリガースイッチを取り付けて、右トリガーで前に、左トリガーで後ろに進むようにしました。電気を流しているモーターと逆方向のモーターは充電方向に回っているので抵抗になっていますが、ブレーキをかけられますし、交代もできるのは便利な仕組みです。地面に下ろしても倒れずにちゃんと動かすことができました。とりあえず右トリガーを引いて進んでいきましょう。なかなかの速度です。しかし、そのまま進んでいくと、ゴムの棒の角が地面に当たったせいか、ベアリングが暴れて、勝手に壊れてしまいました。こうならないように、棒の場所を移動して、角度をつけてみました。このまま回すと、これなら多少傾けても大丈夫そうです。回転数は 240rpm と、それなりの速さでした。もっと効率よく回すために、モーター本体同士を5台の合金で連結して、発電した電力が、もう片方のモーターに流れるようにしました。こちらを動かしてみると、なるほど。バッテリーの数は増やしていないのに、480rpm とさっきの倍の最高回転数で回ってくれました。結構効果があるんですね。早速地面に下ろして走ってみましょう。どんどん加速していきますが、速度が速すぎるせいか、勝手に壊れてしまいました。バッテリーを減らして出力を下げてもいいんですが、せっかくなので発電した電力をバッテリーの充電に回すことで、消費電力を抑えてみましょう。電気を一方向にしか流さないオーテックを利用することで、お互いのモーターに電気が流れないようにするのがコツですね。回転数は 240rpm と元の速さに戻りましたが、バッテリーの消耗はかなり抑えられているんじゃないでしょうか。そして右トリガーで走ってみても回転が速くなりすぎないので、勝手に壊れずに結構な距離を移動できています。おっと、ここで風力発電機にぶつかりました。ちゃんと破壊してますね。これでも普通に乗り物として使えますが、せっかくなのでさらに改良して両方のトリガーを引くとコンデンサの力で加速できるようにしましょう。3つのトランジスタと厚さ2センチの水晶、5つのコンデンサを組み合わせることで、バッテリーからモーターに電気を流すと同時にコンデンサからも断続して電気が流れるようにしました。これなら確実に出力が上がるので、加速装置としては今まで作った仕組みの中で一番効率的だと思います。両手を使わないといけないので回転数は測れませんが、最大回転数まで回っているはずです。早速こちらに乗ってみましょう。
最初から加速すると、明らかにパワフルです。コンデンサの電力を消費すると、電力が回復するまで、右トリガーだけの前進速度が遅くなりますが、フルパワーで加速すると、だいたい勝手に壊れるので、よしとしましょう。それでも、もっと壊れる確率を下げるために、操縦席の下部分を短くして、隙間を広くしましょう。横の棒の部分も少し離しておきました。よし、できるだけのことはやったので、これで一輪バイクは完成です。早速乗ってみましょう。速度が出すぎたら、トリガーを離して減速することに、壊れずに進み続けることができています。バッテリーの消耗もかなり緩やかですね。そして両方のトリガーを引けば、一気に加速してぶっ壊れました。タイヤの材質は攻撃力の高いタングーステンの刃なので、勢いよくぶつかればかなりのダメージを与えられます。カメラを固定して旋回性能を見てみると、走りながらだと満足に旋回できませんが、停止した状態なら簡単に振り返れます。左トリガーでブレーキと交代もできるので、使い勝手はかなりいいです。ここで両方のトリガーを引くと、すごい加速です。そのまま木に衝突して破壊してくれました。試しに平面に近いワールドでどこまで速度が出るか試してみましょう。加速装置を使わなくても右トリガーだけでかなりの速度が出ますね。高速で動いているところで加速装置を使うと、おっと、壊れてしまいました。今度は私のせいにして速度を測ってみましょう。結構スピードを出しても逆のトリガーを引けばちゃんとブレーキがかかって逆に動きます。そして右トリガーで前進を続けていると、どんどん速度が上がっていって秒速24メートルまで出ました。そこで加速装置を使うと瞬間的に速度が上がって秒速30メートルまで出たところで壊れました。なかなかの速度です。では、いつものように巨大な木から狙ってみましょう。離れたところから体当たりするとまだ倒しきれませんね。今度はタイミングよく加速することで、よし、29000ダメージほど与えて破壊できました。そしてドローン工場の壁はさっきも破壊しましたし楽勝でした。ついでに木の葉っぱも真っ二つにしています。風力発生機の方もいい感じに飛び跳ねながら体当たりで破壊できました。ついでに古代の要塞の壁を狙うと、ダメージはよくわかりませんが1回の体当たりで破壊できました。それでは次はこちらのザコキャラの大群を狙って一輪バイクで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。全力でぶつかると、止められてしまいました。そこで小刻みにトリガーを引いて速度を抑えることでたくさんのザコキャラに体当たりして倒していきましょう。耐久力の低い敵にはこの方法でも十分ですね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。右トリガーで前進、左トリガーでブレーキと交代ができるので狙ったところに移動しやすいです。そして両方のトリガーを引くと一気に加速して体当たりできました。でもイエロースライムを倒すことはできないのでなるべく遠くまでツーリングに行きましょう。充電しながら進んで燃費がかなりいいですし速度も速いのでかなり遠くまで行けます。途中で海に落ちたりしましたが最後は陸地に上がって勝手に壊れてしまいました。まだバッテリーは残っていますが走行不能なのでツーリングはここまでです。
それでは、かなりの距離を高速で移動して、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、一輪バイクさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、